それがもっとやっぱりこう世の中に認められる形になればいいなと僕はすごく思うんですよね。飲食の究極のオールスターが集まってる。いや本当に地方のお店は盛り上げていきたいです。今回のゲストは本田直之さんです。本田直之さんはですね、ベストセラー作家としていろんなビジネスに関する本であるとか、あとは食とかですね、お酒とかいろんな方面で活躍されている方なんですけども、いつも一緒にご飯も食べさせていただいてて、仲良くさせていただきます。今日は、じゃあ直さんにいろいろとお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずその直さんにお伺いしたかったのは、食に目覚めたきっかけをまず伺いたかったんですが、大学の時にグローバルダイニングっていうね、会社があって、その当時32、3年前に、世田谷ゼストっていう一世を風靡した未宿のね、ゼストがオープンして、それのオープニングスタッフで働き始めた。事前に他の店で研修して一緒にそっちを釣ってみたいな話で、イオレットとかアシェンド・デルシエロとかやってるシンカーさんが店長で、シンカーさんがそのまんまその三宿のゼストの店長になるっていう。でそこにバイト3人ぐらいが最初に行って練習して、で一緒にその三宿のゼストに移って、でそのバイトのリーダー的な感じで入り始めたんだけど、とにかく食べるの好きなのと酒飲むの好きだから、両方叶えられるじゃん。ある意味バーテンダーだからそのテスト的に飲めるじゃん。そうですね。で酒もすごい詳しくなるし、でゼストの料理すごい好きだったから食べられるし、これ楽しいなと思って。もうその頃の長谷川グローバルダイニングっていうのは、飲食の究極のオールスターが集まってた。そうですよね。でそこからみんな独立して、いい店をみんなが作り始めて、まず最初のきっかけとしてはそれで飲食の人たちとみんな仲良くなって、よりもっと飲食が楽しい。そうなんですね。でもそのまま飲食で働く、自分もグローバルダイニングさんに入るとか、どっかじゃあ就職とかになった時にどういう方向性で考えたんですか？ハワイ住みたかったから長期で行って住む場所を探す。なるほど。でフィジーいいなと思ったんだけど、一生住むにはちょっと待って違うのかなと思って、翌年にハワイ1ヶ月行ったらすごいハマっちゃって、ここに住もうと思って、そこから就職とかアメリカの留学とかもその流れでやってる感じ。行ってどうやってその最初生活の基盤みたいなのを作るんですか？ 2004 年から7年住むまでの3年間毎月行ったりしてたから。なるほど。その間にどこ住もうかとか、何しようかとか、人のつながりを作って、でそういうリアルライフに入られて、でその時点で飲食との関わりってのはあったんですか？その時はだからそのグローバルダイニングの人たちもそうだし、あといろんなレストランもあったシェフたちとか、なぜ日本人シェフが世界で勝負できたのかっていう本を、書いたことによってよりそのシェフとのつながりみたいなのが、特に海外でまずは活躍してるシェフってすごい、もう大体みんな仲いいみたいな。この間嬉しかったのがさ、レトネルさ、彼がさやっぱ読んでくれて、その時にこれ僕もやっぱりコミットして頑張ることにしましたみたいなメッセージもらってた。すごい嬉しかったな。もしまだ読んで知らない方にはぜひおすすめなんですけど、なおさんが書いた本で日本人シェフで今海外で活躍されている方が多いんですね。そういう方々のインタビューだったりとかっていうところで、まとまった本になってまして、やっぱりそれを読んで、本当に自分も海外で働こうと思って働いてる料理人さんがね、すごい多いですよね。そうだね。でそこまでは本って売れなきゃいけないと思ってたから、売れるためにどうするかってすごい考えてたんだけど、あの本出した時に売れなくても深く刺さる本を作りたいなっていう思いです。なるほどなるほど。でそういうインタビュー本を増やして。なるほど、そうなんですね。あの頃ってさ、日本人シェフがあんだけ海外で活躍してるって日本であんま知られてなかったよね。そうですね。現地ではもう日本人シェフがパリからもしいなくなったらパリのレストラン成り立たないみたいなこと言われたりするじゃない。でほんなら日本で知られてなかったから、もうそれも知ってもらいたいなっていう思いもあった。でやっぱりそういうシェフたちがまた新しく活躍してるっていうのを知ることで、もっとチャレンジしようと思ってさ、日本人もいるかもしれないし、もちろんシェフたちも頑張れるし、そういう効果あったらいいなっていう。ちょうどそれ書いた時って
自分で店やってる子たちがやっぱ増えてきて、シェフとして、それまで確かに優秀だけど、数シェフだったりとか、あとは表に出してもらえなかったんですよ。そうですよね。実際作ってる日本人なのに出さない。でそれがちょうど変わり始めた頃だったから、彼らが活躍したことによって日本人が海外で食事するっていうのがもっと行きやすくなったっていうのもあるのかなと思って、それこそね、パリでレストラン系、ね、三つ星まで取るところまで来たっていうシェフがね、本当にすごいですよね、そういう意味でね。小林健のに行ったんだけど、その時一つ星で彼は、でももう絶対三つ星取るんですよ。で内装からやらないといけないからっつって、もともと2つ星だったところを買ってさらにグレードアップしていって、で2つ星になってちゃんと三つ星になって、あれすごいなと思いました。なんかサトシなんか次もね、三つ星。そうですよね。もともと2つ星したんです。そうですね。マッサージ三冠とはっていうんですけど、なんですけども、そこの佐藤シェフが今新しいお店をシャンパンにサポートしてるけど、はい。とんでもないこと。料理はさ、もう見えてるからさ、あとは環境とかさ、失礼っていうか、それが揃っちゃったら負けない。もともと多分その海外にいる日本人シェフっていう切り口から入ってくるんで、それこそドリームダスクっていうイベント、どういう経緯でそっちの方向にイベントやったりすると思いますか？海外だと例えばロブションがいたりとかさ、アラン・デュガスがいたりとか、その一つのなんていうの産業レベルまでなってるんですよ。そうですね。でも日本人シェフってやっぱりせっかくさ、あれだけの価値っていうかさ、があるのに、なんかもっとこう羽ばたいていいんじゃないかなって思って、いろんな形でシェフの可能性を広げてあげられるようなことで応援できたらいいなと思って、イベントもやろう。あれなんかその福岡のルイガンスホテルでやってるじゃん。街から30分ぐらい離れてるから、本当にいいシェフたちを5人こう集まってはしごするような感じでコースがあったら最高に楽しいな、だったらわざわざ来てくれるんじゃないかなと思って、でかつそこでもう収益取らないでいいものをとにかく出す。大体ホテルのコラボイベントってどうしてもホテルはマージン取んなきゃいけないから、確かに難しかったりとかするから、それを変えたいなと思って、もうとにかくサービスとかもすごいいいメンバーが揃えて、キッチンの中のサポート、強力なサポートして、最初4万ぐらいだったかな、最初どんな呼べるかな、100席限定してる、そして一瞬にして100席売れちゃって、僕すげえな、シェフたちがすごい楽しんでやってもらえる企画も入れて、料理人さんの社会的地位って言ったら大げさかもしれないですけども、それがもっとやっぱりこう世の中に認められる形になればいいなと僕もすごく思うんですよね。でもちろんその自分の一つのお店を守ってその中で料理だけしてたいっていう方もいらっしゃるじゃないですか、職人肌の方でやった、そういう方はそういう方でいいし、でもやっぱりもっと自分のお店の枠にとどまらず、幅広く活躍したい人にはそういう機会がもっと増えるといいなっていう、で今はやっぱりそのコロナ対策とか、飲食店が苦境に陥っているというところで、必然的にその社会との関わりをこう考えていかなきゃいけないような状況に今なってしまったというか、だからこういうふうに話すとさ、みんながしなきゃいけないと思うから、やりたい人はやればいいし、やる気もない人もいて、別にそれでいいじゃん。ただ日本はその広げるところが少なすぎる。昔はシェフに料理に対するリスペクトもなかったんですよ。これでもだいぶそのね変わってきそうですよね。みんな特に今華やかなところしか見てないから、だから店やりたいとかと思うけど、裏ではさ毎日同じような仕込みやったりとかさ、ずっと大変ですよね。大変な仕事だから。しかもやっぱりオーナーシェフでやってる人って完全に起業家で料理をやるために起業せざるを得ないっていう、そういうなんていうんですかね、すごく難しい状況にあるというか、だからやっぱり料理の能力はあっても起業家としての能力がなければやっぱりお店をね生き残らさせていくっていうのは難しいこともあるんですよね。地方ってさ、やっぱすごい名士がいて、この名士の人たちがこれを応援しようって本気で思ったらすごいことになる。一人でもいてくれれば、そういう人とうまくいい料理人のマッチングしたら最高なのかな。地方を盛り上げる地方創生みたいな話と共通すると思うんですけども、自分が美味しいものを料理人に作らせる、さっきの話じゃないですけどね、そういうのであればデスティネーションレストランを作る必要もないわけで、デスティネーションレストランって
地元の人じゃなくて、遠くの人が来たいと思うレストランだから、地元の自分にとっては嬉しくないかもしれないじゃないですか、特に、世界中見たりとかして、うちの町には実はこんなポテンシャルがあるっていうところをちゃんと分かった上で、それを外の人に分かる形で提示するっていうのは、そういう方が増えてほしいですよね。だんだん世代交代してきて、いろんな世代見てる人たちが2代目、3代目になってくるから、そんな出てくるんじゃない、これからはちょっと期待でいいんじゃないかなっていうのと、こういうディスティネーションレストランアワードみたいなのがあって、こういうことで人が動くんだってのを知ってもらえたらいいよね。いや、本当に、ね、地方のお店は盛り上げていきたいですよね。そうだね。スペイン行った時さ、片道6時間ぐらいなんだ、ランチ会。そうですね、行きましたね。またそこから6時間ぐらい。行きました。死にそうになりながら。そうですね。ああいうのを思い出した。そう考えると、日本にこういうの必要だなと思うし、今そういうのを徐々にもっとフォーカスしたいなって思って、なんかあの時にディスカッションして、そうですね。そういう方向になって。やっぱり僕はね、その海外をずっと回ってる中で、大体、特にイタリアとかスペインそうですけど、いい店って地方にある、田舎にあるじゃないですか。10年前、20年前って、スペインにしてもイタリアにしても主要都市はそんなにいい店なくて、やっぱ車で1時間、2時間行くのが当たり前だったんで、行ってるうちに、日本にもこういうのね、あるんじゃないかな、あってほしいなと思って、で、日本でも回るようになったっていう。でも、やっぱり日本の地方って豊かじゃないですか、そうですね。実は持ってるものすごいいいのがね、ちゃんとそういう人たちが発掘してあげればいいものと思ったので、それをちゃんとなんと翻訳する、伝えられる人がいれば、もっと面白いことを言ったら思うじゃないそうですよね。それ伝える人も多分あんまりいなかった。確かに。地元のレストランだけってなるとさ、やっぱなかなかこう表現しにくいじゃん、外に対してさ。地元の人って当たり前だと思っちゃうから、すごいいいね。そうなんですよね。いや、本当ね、昔から笑い話ありますけど、山奥のね、旅館に泊まりに行ったら、なんか、せっかく来てくれたからって言って、なんかマグロが出てくるみたいな、そういうね、地元の人にとっては、それがごちそうだし、おもてなしっていう気持ちは嬉しいんだけど、東京から行った人間からしたら、いや、別に山奥に来てマグロ食べたくない、山菜食べたいんですけどって言ったら、そんなね、値段がつかないようなもの出せません、お客様にって言われるっていうね。あとはね、なんか、もう風呂の方を泊まりたいなってできないでしょ。新しいやつ。そう。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。